おはようございます。ケンです。日曜から今朝までほんの数日間でテスラに関する重要なニュースがいくつも出てきました。そのニュース全体を見るとテスラがどこに向かっているのか、これがかなりはっきりした期間だったと思います。今日はこの日曜から今朝まで出てきたテスラニュースを時系列ではなく一本の流れとして整理をしていきたいと思います。今回のニュースは全体的に見てみると一言でまとめるならば、テスラは今完全に AI に全力を注いでいます。AI を設計し、AI を学習させ、その AI が動くものを世界に展開する会社という立ち位置です。その変化がこの数日間のニュースにかなり濃く現れていました。まず最初に見ておきたいのが AI と半導体に関するニュースです。イーロン・マスクさんは次世代の車載 AI チップ、いわゆる AI5 の設計がほぼ完了していると発言しました。ここで重要なのは、単に新しいチップを作っていますという話ではありません。今後、この AI チップを約9ヶ月ごとに設計していくという方針まで示された点です。この9ヶ月というサイクルは自動車業界として見るとかなり異常なスピードです。普通は車の世代に合わせて数年単位でハードウェアが更新されます。でもテスラは車っていうよりソフトウェアや半導体の感覚で進化のスピードを決めに来ています。ここにテスラがどこを主戦場にしているのかっていうのがよく現れていると思います。さらにこの話は設計だけで終わっていません。サムスンのテキサス工場では AI5、そしてその次の AI6 に向けた量産準備が進んでいると報じられています。つまり構想だけではなく実際に作るところまでもうかなり具体的に動いているということになります。設計、製造、そしてその先の搭載まですでに一本の線でつながり始めています。そしてもう一つ非常に重要なニュースが出てきました。テスラが一度は止めていた道場というスーパーコンピューターの開発を再始動させるという話です。道場はテスラが自社で AI を学習させるための巨大な計算システムです。自動運転やロボット向けの AI を外部に完全に依存せず、自分たちで育てるための基盤と言えます。ここで面白いのは、テスラの AI 戦略が一つではなく複数の層で動いている点です。車向け AI を学習させる道場、そして XAI による1ギガワット級のクロスサス2というとてつもなく大きな AI 学習施設、学習する場所を抑え、設計するチップを抑え、それを車に乗せる。この流れが同時に進んでいます。では、ここまでを聞くと多くの方がこう思ったかもしれません。じゃあ、今のテスラに乗っている人は置いていかれるのではないか。特にハードウェア3と呼ばれる少し前の世代のコンピューターを搭載した車のオーナーは気になるところだと思います。僕のテスラもハードウェア3なので、ここが本当に一番気になるところではあるんですけれども、実はこの点についてこの数日間で非常に重要な情報が出てきました。テスラはハードウェア3のような既存のハードウェアでも最新世代の AI である AI4、いわゆるハードウェア4世代の FSD モデルをどう動かし続けるかという技術、これを特許として公開しています。ハードを入れ替えるのではなく、計算のやり方を工夫することで延命するというアプローチです。もちろん最新世代のハードウェアと全く同じ性能になるわけではありません。ただし重要なのはそこではありません。テスラは古い車をソフトウェアの進化から切り離すという選択をしていないという点になります。同じ世界の理解を持った AI をハードに合わせて軽量化し走らせ続ける。この考え方はテスラがフリート全体を一つの資産として見ていることを示しています。はい、ではここまでが日曜から今朝までに見えてきたテスラの AI とハードウェアの動きです。そしてこの流れっていうのはこの後話すロボタクシーや実際の運用設計の話へとつながっていきます。
はい、ではここからはテスラが AI をどう使って実際の事業につなげようとしているのか、その現実側の話を見ていきたいと思います。まずはロボタクシー、いわゆるサイバーキャブについてです。サイバーキャブは完全自動運転を前提としたテスラの次の大きな挑戦です。これまでの発表では、ワイヤレス充電が前提、人が介在しない移動サービスという未来的なイメージが強調されてきました。ただ、今回出てきた情報によると、テスラはかなり現実的な設計も同時に考えているように見えます。具体的には、サイバーキャブのプロトタイプに物理的な充電ポートが残されている可能性があるという点です。これは何を意味しているのかというと、ワイヤレス充電がまだ十分に普及していない段階でも、既存の充電インフラで運用できるということです。つまり、理想論だけではなく、今ある環境でも回せる設計を最初から織り込んでいるということになります。ロボタクシーというと、どうしても未来の話に聞こえがちですが、テスラの設計を見ると、いつかではなく、事業として成立させることをかなり強く意識しているように感じます。AI、車両、充電、運用、すべてが机上の理論ではなく、実装前提で動いています。また、テスラの株価ですが、本日は大きく下落して、現在この資料を作っている段階で424ドルとなっております。これはテスラがではなく、市場全体が今日は下げているので、その影響が強いと考えられます。テスラ単独で見た場合には、市場が見ているのは、基本的に次の決算でどうなるのかっていう短い時間軸です。一方で、テスラが今やっていることは、AI チップの設計、AI 学習インフラの構築、ロボタクシーの事業設計といったかなり長い時間軸の話です。このズレが株価につながっているように思います。では、ここで日曜から今朝までのニュース、これをもう一度まとめてみます。AI5、AI6 へと続く高速なチップ開発、道場や XAI による圧倒的な AI 学習基盤、ハードウェア3を切り捨てず、AI4 世代の知能をどう届け続けるのかという設計思想、そしてサイバーキャブを実際に回るビジネスとして成立させるための現実的な工夫。テスラは今、AI を中心にハード、ソフト、インフラ、運用を一体として作り直しています。その途中段階にいるように見えます。だからこそ、この変化っていうのは、決算の一行や一時的な株価ではなかなか見えてきません。でも、今回の数日間のニュースを見ると、点ではなく線で見ていくと方向性っていうのはかなりはっきりしています。この流れがこれからどう形になっていくのか、引き続き皆さんと一緒に追っていきたいと思います。はい。ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。今、株式会社 SI ソーラーさんと太陽光や蓄電池に関する情報発信を始めています。SI ソーラーさんの公式 YouTube チャンネルで行っています。もし、こういったことが知りたいなどがあれば教えてください。質問大歓迎です。その質問を SI ソーラーさんの方に送って、その回答を YouTube でお答えしていきたいと思います。基本、ショート動画がメインになりますけれども、それを見てもらえれば、太陽光だったり蓄電池の知識っていうのもついていくと思いますので、太陽光や蓄電池に興味がある方は、ぜひご覧になられてみてください。SI ソーラーさんの YouTube チャンネルに関しては概要欄に記載していますので、そちらからアクセスされてみてください。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。